こんちは。4G 初めから攻略パート4です。前回はゲリョスを倒したところで、見慣れないハンターたちがやってきました。バルバレであった筆頭ルーキーもいたな。彼らが何者なのかも気になりますが、とりあえず話を聞いて回ります。料理長からの相談事だな。ドスゲネポスの捕獲ですね。これが初捕獲になるか。まあ、やろうと思えばこれまでもできましたけどね。どうやらこの集団は任務でとあるモンスターとやらを追っているらしい。筆頭というのは単に優れた武器の使い手ということっぽいですね。ランサーはワイルズの冒頭に出てくる人と同一人物と言われてるね。まだ確定はしてないんでしたっけね。もしそうならワイルズは 4G からそんなに経過してないっぽいね。続報に期待。このドスゲネのムービー、すごい迫力あるよね。群れのリーダー感がよく現れています。小うどんはランポスと一緒だけど、麻痺食らうと袋叩きにされるよ。普通に移りかねないので要注意です。加えて今回は捕獲クエだから倒さないように気を使わないといけない。捕獲の見極めスキルがないので討伐クエより別の意味で難しいです。リタイアする暇もなく倒した瞬間にクエ失敗確定だからね。幸い先行があるので動きを止めつつ慎重に行きましょう。村会ならだいたいスタン1回終われば虫の息なはずだけど、足でも引きずってくれないと判断する方法がないですからね。最近の作品は弱ったことが明確になって、あれは素晴らしいシステムだと思うよ。討伐か捕獲かをうまく使い分けられるようにデザインされてますよね。過去作では捕獲が討伐より高難易度として設定されていた節があります。捕獲用麻酔玉が捕獲クエ専用アイテムだったしな。さて、スタンが終わり、多分もう弱ってると思いますが、ぽっくりいっちゃいそうで、小づいて様子見しかできないな。本当に倒す寸前まで元気ですからね。元気な人ほど最後はあっけなかったりするしな。やや不謹慎ですが、逆もしかりだったりします。あ、サブタゲ達成した。最後の最後まで周りに迷惑をかけるのは違うのでは。ゴリゴリの縦社会を見せつけていくスタイル。しかし、そろそろ攻撃するの怖いですよ。やり直しは面倒だから、そろそろ降伏してほしいんだが。あ、降伏してくれました。よかった。あとは生け捕りにするだけだ。よしよし、おとなしくしてろよ。おう、おとなしくしてくれた。オーケー、潔いモンスターは好きだぜ。これで、料理長の依頼は達成ですが、溶岩が止まった原因、わかったかな？ネルスキュラが巣を張って溶岩をせき止めてたと。モンスター1匹で溶岩の供給止めるって影響力やばいですね。村に溶岩を引くルートだけ塞がれたんだろうけど、巣の耐火性やばいよね。ともあれ、ネルスキュラ討伐に向かいましょう。これを超えれば星4昇格だ。
くぞ。こいつはガチの強敵なので、気合い入れましょう。攻撃する隙がマジで少なくて、肉質も結構固めだね。しかも相手の攻撃が痛いので、ゴリ押し戦法も危険です。睡眠針で眠らせて、毒がある顎で挟むコンボが凶悪だよ。一応サブターゲットは毒トゲ破壊ですが、討伐最優先で行きましょうね。ノリでも狙えればいけるんだけど、こいつノリ難しいんだよな。あと戦ってて思いましたけど、こいつ攻撃の威力値でかいですよね。盾強化と GP 使ってようやく防ぎきれるレベルだね。星3までのモンスターとは一線を画すレベルで強いと思う。武器が強いと腹を殴りまくって転倒を取り続けることもできるのですが、この時点の武器だと限界があります。あとこいつ、地味に MH4 から 4G になって解雇体の強化されたんだよな。毒の牙で挟む攻撃は、もともと上位限定だったんですよね。なんでだろう、ただでさえ強いのに。こいつの象徴的な攻撃ですし、インパクト薄いと思ったんじゃないですか。見た目の時点でインパクト100点だけどね。しかし、本当に攻撃当てづらいですね。毒痛い痛い。乗れました。暴れんなよ、暴れんな。ネルスキュラはコムドフ一つ一つが長いので、油断すると振り落とされます。いけると思ったら案外いけなかったりするんだよね。今回は、今のところ大丈夫そうですが。すでにぐだってるので、これは決めたいが。今のダメなの？モーションが終わりきるまで待たないから。はい、その後もたっぷりぐだりまして、10分近く経過しております。ようやく弱ったとこです。なんか、毒トゲも一向に壊れないし。こいつのトゲ、判定やらがあれで壊しづらいんですって。ブレイブヘビーなら、一瞬で壊してた気がするんだが。あれと怪武器を一緒にしてはいけません。っていうか、まだ終わらんのかい。体力は高くないはずなんですけど、あまり効率よく攻めれてませんね。こいつ、溶岩せき止めるくらいだし、強固体なんじゃね？回の強固体って何ですか？ただ、回の時点で環境を変えられるって、上位になったらどうなっちゃうんでしょう。末恐ろしいな。やはりここで仕留めておかなければ。早く船を完成させて、港村に向かいましょう。それにしても団長って、アイテムの正体突き止めてどうするんだろうな。トレジャーハンターなんだし、突き止めるので満足なんじゃないですかね。そういうもんか。まあ、旅の目的なんて、そのくらいでいいよな。どこどこ行きたい、何々が食べたい、それだけで遠出の価値はあります。まあ我々は、そういう目的で遠出はほぼしないが。そんなこと言ってたらチャンスですよ。これで決まってくれ。お疲れ様でした。大変だった。10分越しちゃったか。まあ、これで溶岩が戻るはずです。早く村の様子を見に行きましょう。よーし、ますます世界が広がるな。
無事、イサナ戦が完成。さらに、加工屋の娘が団に加わりました。この子のおかげで、装飾品が作れるよ。とりあえず、研磨所を作っていきたいな。緑ゲージが心もとないので、砥石高速化は役立ちそうです。あとは、このボロス頭も作っておきたい。ネルスキュラ討伐により、ボルボロス素材の交換が解禁されてます。ちょっち、素材集めをしてくるよ。よーし、とりあえずこれで完成。攻撃ショート、砥石高速ですね。攻撃があと1で中になるけど、怪力の種がまだ手に入らないっぽいわ。これで、次に進めますね。いよいよ船旅だぜ。というわけで、黒いモンスターに襲われております。村長がえらく念押ししていたので、準備してよかったです。満を持して、MH 号の看板であるゴアマガラの登場だね。本来はもう少し先で戦いますので、お披露目のイベント戦になります。イベントとはいえ、ある程度削らないといけないし、かなり狭い戦場で戦う必要があるから、結構難易度高いと思う。船の横幅が、ゴマちゃん 1.5 匹分くらいしかありません。幸い迎撃装置があるから、これを使っていこう。それと、ここで恐竜ウイルスの説明が入ります。感染して時間経過すると、赤ゲージが出なくなったりするんだけど、ここだと船外にトンデロスがあるから、解除がかなり難しくなってるよ。一部攻撃のダメージも上がるので、防具強化しても普通に落ちるレベルです。今回イベントやってて、こんなシビアだったっけって驚いたよ。装置の使い方も、いっちゃん最初でやったっきりですもんね。一応、V 破壊で報酬をもらえるけど、撃退に集中した方がいいね。あ、ちなみに、海にダイブしたら、支給品がある部屋に行けたはずです。船の前に行ったので、激流走チャンスだ。これ外すと、結構ロスでかいので、ちゃんとお願いしますよ。なんか早かった気もするけど、当たりに来てくれたわ。さすがに最速入力しても当たるようにしてくれてるんですかね。と思ったら、後ろからどつかれたぞ。ダメージでかいっすね。どりゃ。ナイススタンです。ちょっと手こずったけど、これでだいぶ削れるはずだ。頭と腕の肉質はかなり柔らかいですからね。安全に行くなら、腕を殴ってこかしてから頭を狙うといい感じだね。フルコンボ、綺麗に入りました。
まだ続くか？撃退できましたね。最後ちょっとタイムラグがあったけど、条件ダメージじゃないのかな？ダメージ関係してるはずですけど、詳細はわかりませんね。何にせよ、これで船旅を続けられるな。これで終わってくれればいいんですが。はい、チコ村というところに到着したところで、今回これまでです。ごまちゃんも気になりますが、まずはここで依頼をこなしていきましょう。島と村にどう向かうかも今後の課題だね。だんだんモンスターも強くなってくるので、頑張りましょうね。ほいじゃ、次の動画で。またね。